こんにちは、フィズです。物理のしっぽ。今回は電子の発見のお話の続きということで、J.J. トムソンの実験について説明をしていきます。この J.J. トムソンの実験というのは、電子の非電化測定というのをね、達成した、すごく歴史上でも重要な実験になっています。概要欄に学習プリントにつながる URL 載せてありますので、ご活用ください。で、この J.J. トムソンの実験って本当にすごい実験で、僕もこの動画を作るにあたって、3D でこの J.J. トムソンの実験っていうのを、シミュレーション映像をね、入れようと思って作ったりしてたんですけど、めっちゃ時間かかって、で、そもそもね、何もわからない状態で J.J. トムソン自身がこの実験作ってるわけで、先に言っとくとこの動画結構説明長くて大変な内容になってると思うんですけど、皆さんも J.J. トムソンの凄さをね、いろいろ感じながら話を聞いてもらえればと思います。さて、前回の動画で真空放電でどんどん空気を抜いていくと陰極線というものが、何かこう出ていて、で、蛍光という現象が起こるぞみたいなことが分かりましたというところまでお話をさせていただきました。で、この後ですね、J.J. トムソンという人が陰極線の正体を解明していくわけなんですね。20年ぐらい時間がかかっているんですけど、ここの20年間で徐々に陰極線の性質っていうのはいろんな人がね、こう解明していってくれているわけです。で、陰極線の性質としては、まず写真のフィルムを感光するっていうね、性質があります。蛍光物質に当たると蛍光を発する。これは最初からね、見つかっていた性質ですよね。で、他にも物体に遮られると後方に影ができるっていう性質とか、例えばこんな風に陰極線があって、間に何か物体を置くと、こんな風に影ができますよみたいなことが分かっていたりだとか、あとは、電場とか磁場によって曲がるっていうことも分かっていました。で、どんな曲がり方をするかというと、例えば、陰極線に対して電場をかけてあげると、こんな風に電場とは逆方向に曲がるよっていうことだったりだとか、あとは陰極線に対して画面のね、奥から手前方向に磁場をかけてあげると、こんな風にフレミング右手の法則に従って曲がるよとかいうことが分かってたんですね。なので、これは不電化と同じ曲がり方をするんだってことも分かっています。で、これらすべての性質は陰極の金属だったり、真空管の中の気体の種類によらず、同じように発現するっていうことも分かっていました。このあたりをすごく精密に調べてくれたのが J.J. トムソンの実験ということになります。こんな風に実験装置が作られています。ちょっとわけわかんないですよね。で、この J.J. トムソンの実験の 3D のこのシミュレーションなんですけれども、こちらも概要欄に URL 貼っておきますので、よかったら自分でいじってみてください。で、この J.J. トムソンの実験の中に出てくるものなんですけど、この左側の筒みたいになっていた部分ですね。ここは電子銃という風に呼ばれています。このシリンダーのところは本当に金属でできたシリンダーなんですね。で、ここにシリンダーにぴったりくっついてるちょっと広めの金属板みたいなものがあるんですね。で、その少し空間を隔てた右側にもう一枚極板がついていて、シリンダー側を負に、シリンダーから少し離れた右側のね、こちらの板の方を正に電圧をかけてあげることによって、この短い区間で陰極線がしっかりこう出てくるだろうみたいな形で、この電子銃というのは作られています。当時、当然ね、まだ電子銃って名前じゃなかったと思いますけどね。で、その右側なんですけど、この赤と青に書かれているところですね。ここは磁石です。わかりやすいように N 極と S 極だけを取り出して書いてますけど、別に単位時価が存在するっていうことではなく、単純に N 極をこっちに置いて S 極をこっちに置いてるみたいなイメージですね。で、その間に挟まっているここの板みたいなものありますよね。ここは電極になります。この構造を作ることによって磁場と電場を同じ空間にかけることができるみたいな状況を作ってあげているわけです。なので、この実験機構というのは出てきた陰極線に対して電場とか磁場をかけてあげた時に陰極線がどこに到着するかみたいなものを見ることができるような実験装置。これが J.J. トムソンの実験ということになります。で、この右側のスクリーンのところには感光子が置いてあるわけですね。ですので、出ていった陰極線が感光子にぶつかったところで、その感光子は色が変わるわけですよ。なので、どれぐらい曲がったか、どういう運動をその陰極線がしていったかみたいなところがわかるようにしてある装置ということになります。で、このスクリーン上に X 軸、Y 軸っていうのを取ってあげるわけですね。で、X 軸は今この見え方だと奥から手前向き。で、Y 軸は下から上向きみたいな形で軸を取ってます。それで、電場と磁場をかけてあげている区間の長さ、ここを距離 L と置いてます。で、またですね、電場とか磁場をかけた区間の左端からスクリーンまでの距離をラージ L という風に置いてあげて、で、電場磁場をかけている区間を区間1。で、その先のスクリーンまでの距離を区間2という風に置いてます。J.J. トムソンは、この
陰極線のスタート地点からまっすぐね、正面に飛んでいった場合の点から陰極線が実際に到達した場所までの座標、これが分かればいろんなことが分かるんじゃないかっていう仮説のもとこの実験を行っています。で、まず区間1の通過後に電子がどれぐらい変異を持っているかということで y1 というのを見ていくんですけど、y1 っていうのはここのことですね。正面から上にどれぐらいずれたかっていうところです。まず区間1の中っていうのは電子は y 軸方向に静電気力を受けているわけですね。電極があるので。で、静電気力の大きさというのはどれぐらいかというと、これ電子だと仮定して、とりあえず電気素量 E で置いてますけど、EE という静電気力を受けるわけですね。なので、陰極線は上に曲がっていくという状況が起こっていると。で、区間1の中で Y 軸方向の運動方程式を立ててあげると、電子の質量 M と置いてあげて、MAY イコール EE という形になります。Y 方向の加速度 AY と置いてます。で、よって、y 軸方向の加速度というのは ay イコール m 分の ee というふうに計算することができるぞと。で、この加速度 ay というのを使って、この区間1のね、電圧がかかっている空間内においては、電子は y 軸方向、上向き方向に等加速度直線運動をしているっていうことになるので、等加速度直線運動の式から y1 というのは y1 イコール2分の 1ayt1 の2乗というふうに計算することができると。で、ちなみにここで出している t1 というのはこの区間1を通過するのにかかった時間のことなんですけど、この t1 はどうやって求めていくかといえば、初速度を v0 と置いてあげたときに、この図の中の右向き方向にはただの等速直線運動をしているはずですよね。なので、x イコール vt を使ってあげて t1 イコール v0 分の l というふうに計算することができるわけです。ちなみにここでついでに区間2をどれぐらいの時間で通過するかということで t2 というのも計算しておくと t2 イコール v0 分のラージ l 引くスモール l というふうに計算することができます。で、このt1 というのをさっきの右の式に代入して ay も右の式に代入していってあげると y1 というのは 2m 分の ee かける v02 乗分の l2 乗というふうに計算することができますよね。で、これで電圧がかかっている区間で電子がどれぐらい移動したかっていうのを求めることができたので、あとはこの y1 からさらにどれぐらい進んだかっていうところを見ていけばいいわけですよ。で、じゃあそれを知るためには何が必要かっていうと、区間2に入った瞬間の y 方向の速度っていうのが必要ですよね。ちょうどここから出た瞬間に電子が上向きにどれぐらいの速度を持っているかが分かれば、あとはここから先はね、等速直線運動で上に上がっていくわけなので、それを見ていこうということで、区間2に入った瞬間の y 軸方向の速度、これも等加速度直線運動の式を使ってあげればよくて、y 軸方向には初速度0なので v イコール at で計算できますよね。で、ここに先ほどの ay と t1をそれぞれ代入していくと vy イコール m 分の ee かける v0 分の l というふうに計算ができるということになるわけです。で、区間2についてさらに考えていくということになるわけなんですけど、ここでは等速直線運動をしますよと。で、y2 っていうのはそもそもこれ座標で表しているので y イコール0のところから y1 動いて、そこにさらに等速直線運動で移動した距離分が加算されたのが y2 ですということになるので、そうすると y1 は 2m 分の ee かける v02 乗分の l2 乗で、これに足すことの vyt2、実際に中身計算したものが m 分の ee かける v0 分の l かける v0 分のラージ l 引くスモール l というふうに計算できると。で、これをくくれるところはくくってあげると、こんなふうに y2 イコール mv02 乗分の eel かけるラージ l 引く2分の l というふうに座標が計算できましたということになるわけです。これ結構なんか考えてることかなりごちゃごちゃしてるので、説明一回聞いてわからなかった場合は、自分でこの人が何をやりたかったのかっていうのをちゃんと考えてやってみてください。使っている式はね、そんなに難しいわけではないですので、組み合わせをしっかり考えるってことが大事だと思います。JJ トムソンがやりたかったことっていうのは、とにかくこっから陰極線を例えばこの電場も磁場もかけない状態で出したとすると、陰極線は直進するわけですよ。直進してこのスクリーン上の正面に変化が現れるみたいな状況ですね。で、だったんですけど、ここにある電場と磁場をかけてあげたことによって Y 方向には電場の影響を受けてここで静電気力で曲がってその後は等速直線運動をしてここにたどり着くような陰極線の状態を作ることができるので、じゃあこの Y2 というのを正面からどれぐらい移動したのかっていうのをここまでの静電気力だったりだとか等速直線運動の式を使って計算できるじゃんっていう、ただそれだけの話になります。で、これで Y 座標は求まったということになるので、あとは X 座標が知りたいということになるわけです。で、ちょっとこの実験のね、器具の向きを変えてみます。こんな風に変えます。そうすると、X 方向には、こういう風にね、曲がっているってことがわかるわけなんですね。で、
この時にまた同じような計算をしていくってことになるんですけど、X 方向はそう簡単にはいかなくてですね、さっきと同じように区間1、区間2というのはこんな風に定めるわけなんですけど、区間1通過後の電子の変異 X1 っていうのを求めるにあたって、ここちょっと近似とかがいろいろ出てきます。まず、区間1の中っていうのは、Y 方向には等加速度直線運動だったわけなんですけど、ここでは電子はローレンツ力を受けるってことになりますよね。今、手前から奥向きに磁場が出てるっていう状況なので、ローレンツ力を受けて、円運動をしているっていう話になるわけ。で、このローレンツ力は、EV0B で計算することができるはずなので、それはこれでね、計算できるとして。で、こんな感じの円運動があって、でその円運動の一部分が区間1の中身になっているというようなイメージです。で、この半径をラージ R と置いてあげて、そうすると運動方程式は mr 分の v02 乗イコール ev0b というふうにね、単純に円運動の運動方程式で書くことができるわけです。ここから半径をまず求めます。そうすると半径は r イコール eb 分の mv0 というふうに計算することができるわけです。で、なんでここで半径を計算しているかって言えば、今知りたいのは x1 ですよね。x1 っていうのは原点からの変異なので長さなわけですよ、ざっくり言うと。だからとりあえず円運動からわかる長さを出してるよみたいなイメージを持ってください。で、ここからは幾何学の話に入るんですけど、こんな風にちょっと補助線をざっくり引いてみます。こんな感じね。で、そうすると、ここに相似な三角形っていうのが発生していて、この2つの三角形です。この手前の直角三角形ね。と、この上のちっちゃい直角三角形。2つの相似な図形というのが発生しているわけです。で、この相似の比を使って x1 っていうのを求められるじゃんっていう話になるんですけど、ここでちょっと厄介な近似があります。まずここが x1 ですよね。ここね。この x1 というのを求めるために相似な三角形に着目するんですけど、そもそもこの縦全体の長さって 2r ですよね。で、この x1 っていうのは、この図ではね、見やすいようにある程度サイズがあるように書いてますけど、実際にはもっと小さいわけです。R よりも十分に小さいっていう状況だから、これ直径だから 2R じゃないですか。なので、もうこれ 2R でいいよね、みたいな近似を使います。ちょっとうさんくさいですよね。でもここは 2R でということでやってみてください。じゃあ、ここの長さはいくらかというと、これはもう単純に区間1の長さなので、L っていう風に置けばいいですよね。そしたら、もう相似の比が使えるという状況になっていて、L 分の x1 イコール 2R 分の L ですよね。このあたりもね、自分で図の向きを変えたりして気になる人はやってみてください。で、ここから x1 というのを求めることができて、x1 イコール 2r 分の L2 乗になって、で、この r に左で計算した r をぶち込みます。そうすると、2分の L2 乗 ×mv0 分の EB という風に x1 を計算することができました。で、先ほどと同様に区間に通過後の電子の変異 x2 というのを求めたいわけですね。ここになりますけど、これもさっきと一緒で、区間2では電子は x 軸方向の速度がどれぐらいなのかっていうのがまず必要なので、それを考えていこうということになるんですけど、このね、区間1を抜けた瞬間の速度というのは、これ接線方向には初速度 v0 のはずですよね。ずっと等速円運動をしてるんだから、最初の初速度 V0 としてあげれば V0 の速さで等速円運動しているということになるわけ。なので、出た瞬間のこいつが持っている速度というのは V0 になるわけなんですけど、V0 に対して X 軸方向の速度成分を知りたいっていうことになるわけですよ。で、それを知るためには、ここの角度とかね、必要じゃないですか。それについてちょっと考えていくわけなんだけど、例えば、出る瞬間のところまでの円運動上で回転した角度を θ っていう風に置いてあげます。そうすると、とりあえず錯角なので、ここも角度 θ になりますよね。で、そしたら、この角度 θ っていうのは、こっちと等しくなりますよね。90度引く間の角っていうのが θ なので、それで見てってあげると、こんな風にね、上の角度も θ だってことがわかるわけです。で、ここが θ ってわかれば、V0 を θ で分解してあげると、V0sinθ っていうのが X 方向の速度だっていうことがわかるわけです。この sinθ の中の θ っていうのは、実際にはね、これ勝手に決めた角度なので使えないわけですね。なので一番最初に決めた角 θ のところで sinθ を考えてあげると r 分の L ですよね。ということで V0sinθ イコール V0R 分の L というふうに計算することができると。で、X 方向の初速度 V0R 分の L が分かったので、これに t2 というね、時間をかけてあげれば、X1 から X2 までの距離が分かるよということで、今求めたい X2 というのは、
さっき求めた x1 に v0r 分の l かける t2 というのをかけてあげればいいよと。で、時間 t2 はさっき y 軸方向で考えた時と一緒なので t2 イコール v0 分の l-l ということで代入してってあげると、こんな風に x2 を求めることができますと。とにかく電子銃がまっすぐ飛ばしたらここにつくはずでしたと。陰極線がね。なんだけど、それが磁場をかけたことによって X 方向にはこんな風に曲がっていくよと。で、じゃあこの曲がった先に到着した場所がどれぐらいの距離になっているのかっていうのを今とにかく求めたっていう状況です。で、今この時点で X2 求まったし、さっき Y2 っていうのも求めたんだけど、何やってんだみたいな状況だと思うんですね。なんだけど、一回これ見方を戻してみましょう。そうすると、もともとね、この実験っていうのはこんな状況だったわけです。で、今求まったのがここなわけですよ。X2 と Y2 ね。で、今何を求めたかったのかっていうと、電子って何ぞやっていう話をしたかったわけだよね。で、この右側の式、それぞれ見比べてみてください。M とか E っていうのが、これ電子の質量、電気量ですよね。で、磁場 B というのは、この実験をしてる人が、ここの磁石をどういう磁石にするかとかね、距離をどうするかっていうところで決められるわけですから、計測可能なわけ。で、極板の長さ L とか、この手前から奥のスクリーンまでの距離ラージ L っていうのも、実験者が決められるわけですよ。こっちも同様ね。で、じゃあ今何だけ分かってないかって言ったら、電子の持ってる量として、初速度 V0 ってやつがあるわけ。これも計測難しいじゃないですか。だから、この2つの式を使って、V0 っていうのを消去してみようみたいな話になるわけですよ。で、この X2 と Y2 の式から V0 を消去して、で、整理してあげると、M 分の E イコールっていう形でまとめることができると。で、ここの消去するね、計算もぜひ皆さん一度自分の手でやってみてもらいたいんですけど、この右辺というのが、さっきも言ったんだけど、すべて測定可能なわけですよ。磁場とか電場っていうのは自分でどういう値にするか決めてるわけですし、X2 とか Y2 というのはさっきの計算ではなくて、実際にここ測ればいいわけでしょ。定規かなんかで。で、L とかラージ L っていうのも測ればいいわけですよね。っていう風に、これで右辺のすべてを測れば、電子が持ってる質量分の電気量っていう値がわかるということになるわけです。で、この質量で電気量を割ってあげた量、この M 分の E というものを非電荷という風に呼んでます。で、この J.J. トムソンさんは電子銃の素材の金属とかね、かけてる電場とか磁場の強さっていうのをいろんな値に調整したり変更したりして、この実験を繰り返したことによって、この非電荷っていうのが常に一定の値になるっていう結果を得たわけです。なので、J.J. トムソンはこの金属に共通に含まれているものが陰極線だっていうことを結論として出して、で、その陰極線の正体は電子であるっていう風に、言ったっていうことになるわけです。はい。ということで、J.J. トムソンの実験のお話でしたが、途中の計算が結構ね、ごちゃつくし、この 3D の実験なので、どっちの方向からどう見てるかみたいなところを理解するの結構難しいと思うんですね。で、一応見方の変化とか分かりやすいように途中のアニメーションつけてるつもりですので、よく分からなかったって人はここまで聞いた上でもう一回途中のあたりを見直してみてもらえると、多分3回ぐらい繰り返せば結構多くの人が理解できるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。